ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルは、いつまでも波に振り回されるのか、領域分析脱出する方法です。では早速見ていきましょう。今週は、日足が、こんな感じで、レンジだったので、トレンドフォロワーにとっては非常に難しい相場環境だったと思います。で、結構やられちゃった人もいるんじゃないかなと思います。で、こういう環境っていうのは、トレンドフォロワーにとっては、非常に振り回されてしまう環境になってしまうので、しっかりと波の構造を見抜いてから、参戦しないと、結構、大負けするようなポイントになってきてしまいます。で、波の構造を把握するためには、私がどうやってやってるのかっていうと、領域ですね。で、領域っていうのはどういうことなのかというと、重要抵抗と重要抵抗を、四角で囲んだ、分析ですね。はい。なので、今こうやって3段階になってるんですね、冷やしは。で、ここに横の線があるんですけど、これがまさに重要抵抗の、ところになります。で、領域がちゃんと書けるようになると、大体この縦の大きさっていうのが一緒になるんですね。そうすると、この領域っていうのは合ってるんだなっていうことになるので、まず領域分析するときには、大体こうやって縦が一緒になるっていうことを、まず頭に入れてくださいね。で、日足だと、こうやって、今週、先週から続いてたんですけど、3段になってるわけですよね。週足が、月足は全然、イケイケのトレンドで、で、週足はここからブレイクしたわけですね。3週間前にブレイクしたと。はい。で、ブレイクはしてて、で、週足自体はまだ上に張り付いてるので、上に行く可能性はあるんですけど、ここですね。この2、3週間のところで、気持ちよく上に行かずに、政治的な背景がありますよね。アメリカとかで政治的、または戦争とかだったりして、なかなかこうやって上に行きづらい。決定的な材料が出てないと。FOMC 待ちかなみたいな感じですよね。で、週足は本当に上に行きたがってるんだけど、まだ決定的な材料がないので、ここで揉んでるという感じですね。それが日足で見ると、こういう風なレンジが発生して、このレンジ自体はこの3つの領域ですね、3段になっているわけですね。で、さらにこの日足の中にも当然、4時間足の領域があって、それを分析するとこんな感じになっているわけですね。はい。で、ここの上の日足の段のここですね。ここの中に4時間足がまたこんな感じで、2段になっていって、で、下のこの日足の段の中に中段ですね。4時間足がまたこれ2段に分かれていて、ここも最後のこの下段ですね。ここにラインがあるので、4時間足だと、ちょうど同じ大きさで、領域が分かれているということになります。なので、この構造に沿って波が、進んでるっていうことですね。で、前回の26日だったかな、トレードポイントっていうのはまさにここら辺なんですよね。上に行ったところですね。になります。で、昨日のトレードポイントはじゃあどこなのかっていうと、ここです、ここです。ここを取りました。ちょうど、この領域が分かれるところですね。日足のここの上段から中段に入るところの4時間足のここの、この中心線ぐらいまでですね。ここです。ここを取りました。で、具体的には、どこなのかというと、ここです。ここ。4時間足だと、ここになります。はい、で、ここにこうやってラインを引けば、ちょっと書いてみますか。ちょうどこの領域が分かれるところに、よくあるのが、こういうところですね。トレンドラインがあって、
これトレンドラインが割れますと。で、ここで上段下段とかになってくれればいいんですけど、これはもうそのままいってしまったので、こうやって抜けてから、1時間足がこうやって上がってくるところですね。1時間足1本こうやって出て、ここですね。ここが1本出て、で、次の1時間足が確定するようなところぐらいから、入っていったって感じですね。イメージ的にはここぐらいですね。ここからここぐらい。っていうようなイメージです。で、ここのトレードポイントが見抜けるっていうのも、波がこういう構造で動いている。領域ごとに動いているっていうのが分かれば、領域抜けた時に、買い足が、しっかりと、この場合は、ここの M の部分ですよね。のネックラインですよね。こういうことですね。いわゆるダブルトップのこのネックライン割れですね。ネックライン割れ。からここからこういうイメージで、取っていくっていうようなイメージですね。で、こういうふうに、領域が変わるようなところ、いわゆる重要抵抗のところっていうのは、チャートパターンとかが出やすいので、そういうのがチャートパターンが出た場合は、このチャートパターンっていうのは有効だなっていうのが、わかると。で、この場合は、ダブルトップですね。で、トレンドラインがあって、そこを抜けて、ここでレイジサポしてから、エントリーするっていうようなことになります。はい。で、エグジットポイントは、ここですね。この領域から領域ですね。で、エグジットポイントをここにしたっていうのは、まずここの幅が、60分ぐらい、5、60分ぐらいあったので、全然、お腹いっぱいかなっていうことで、一つにしたのと、あと、ここ。そもそも、このボリンジャーバンドのこの2シグマが、こうなってますよね。なので、ここら辺で、止まる可能性もあるので、ここまでは引きつけなくて、ここら辺で、お腹いっぱいっていうこともあったので、そこで、リグいました。で波自体はさらにここから15分足で見るとこうですね。さらに下まで行ったんですけど、ここの部分ですね。ここの部分。行ったんですけど、ここも、こういった領域分析できると、ぴったりと止まるんですよね。ほぼぴったりと止まるんですね。はい。で、これが、領域分析の、相当なメリットになるわけですね。さっきも言いましたけど、こういうふうに日足のレンジ環境って非常に難しいんですね。トレンドフォロワーにとっては。逆張りの人にとっては、美味しい環境かもしれないですけど、トレンドフォロワーっていうぐらいなんで、トレンドが出てないと、我々っていうのは、お役御免の環境になってくるわけですね。だから、こういう日足のレンジのところっていうのは、我々トレンドフォロワーにとってはレンジ環境なので、トレンドじゃないので、不向きなわけですね。そういった環境を、攻略するためには、やはりしっかりと構造が分析できてないとダメなわけですね。このレンジの中で、買い足でトレンドが生まれるところを取っていくっていうのがトレンドフォロワーとなってくるわけです。で、私のように、1日1回ぐらいしかやらない、デイトレーダーっていうのは、しっかりと、一発で、5、60ピップスぐらいは取ってきたわけですよ。スキャルピングみたいに何回も1日やるわけじゃなくて、1日1回一発で取っていくので、4、50、5、60ピップス取っていくので、しっかりと構造を見抜かないと、そこは取れないわけですね。で、そういう意味で、こうやって、領域ごとに分析できるようになると、こういった一発が取れるようになるので、ぜひ、おすすめです。はい。今日説明したかったことは、まさに、領域分析ですね。領域っていうのは、
重要抵抗でできています。重要抵抗というのは、ちゃんと水平線がしっかりとした水平線を引ければできるようになるので、ぜひ、まずは線を引けること。水平線、抵抗線をしっかりと引けるようになるっていうことを、まずやってください。まずそれをマスターしてくださいね。それができない限りは、こうやって領域っていうのはできないので、まずこの水平線を書くスペシャリストになってくださいね。そうすると、しっかりと、こんな感じで書けるようになってくるので、あとはその領域をまたぐところで、買い足で、レジサポしたところから入っていけば、1日1回、もしくは2日に1回とか、もしくは3日に1回とか、しっかりと、5、60ピプスっていうのをしっかり取れるので、何度も何度もエンターする必要はないですよ。1日、もしくはその2、3日に1回、しっかり取って、安定した、トレードを、毎月毎月やっていくっていう風に、なるので、ぜひ、この領域っていうのを、ご自身の戦略にちょっと活かしてもらって、この難易度の高い、我々トレンドフォロワーにとって難易度の高い、このレンジっていうのを、確実に、攻略していきましょう。はい、今日は以上になります。